も、まさるです。ちょっと今日めちゃめちゃ嬉しいことがありました。ねえ、福井さん。ねえ、福井さん。これ見て。これ何かわかる？これシュープレートって言うんだけどさ、そう。三脚にこうやってね、カチャッとはめるやつです。で、俺の三脚全部これだからさ、で、これカメラがこんな感じで、ずっと三脚が使えなかったんだよ。三脚使えないのに、3本動画撮影して、腕がプルプルになるのはカメラマンだけなんで、俺は関係ないんですけど。いや。で、こうやって、つけると、なんと、取り外しができるようになる上に、こうやって低いところ撮りたくなったら、こうやってもうカチャカチャカチャってやって、高いところ撮りたくなったら、こうやって、この逆に、長かったやっと届いた嬉しいということで、こっちに切り替えましょうか、カメラ。はい、というわけでね、久しぶりに三脚が使えてるんですけども、今回はですね、こちら、オーセっていう食材ですね。二度目ましてのお魚ですね。多分2年前に1ヶ月漁師生活でやってる時に取れた魚ですね。沖永良部島ではですね、通称ヤモリと呼ばれてる魚でして、水深10メーターぐらいにいたのを取ったんですけども、深いところは水深200メーターまでいるって言われてるんですけども、水深30センチとかにもいるんですよ。こっちの見て、浅いリーフがずーっと続いてるんだけどさ、ここ歩いてると間違えてこいつを踏んでしまって噛まれるっていう事件がね、年間1回ぐらい起きるんでね、みんなヤモリには気をつけろよと言うんですけど、正直擬態してるんでね、絶対わからないんですけどね。今回のはね、12、3キロぐらいなんじゃないでしょうか。噂によると40キロぐらいになるやつもいるらしいんで、こんなに噛まれたらちょっとね、シャレにならないですね。というわけで早速観察していきましょう。はい、こちらがオーセの全体図ですね。まな板が90センチですんで、体長としては110センチぐらいの個体ですね。お腹が結構タプンタプンなんですけども、何が入ってるんでしょうね。後で見せますけど、この個体オスなんで、卵とか赤ちゃんが入ってることはないでしょうから、肝臓に脂肪を蓄えてるんじゃないのかなと思うんですけども、これは後でのお楽しみですね。で、顔がね、結構特徴的で、ヒゲみたいな突起があるのが特徴的ですね。おそらくこのヒゲでですね、砂の中にいる生き物とかを感知して食べてるんだと思います。ただ、エイみたいにね、この体の下に口があるんじゃなくて、こういうがっつりサメな歯してるんで、もしかしたら小魚とかそういうのを食べてるのかもしれませんね。で、これひっくり返しますと、わかるんですけども、こちらですね、これ。サメってチンコがあるんですよ。しかも2本ね。ダブルチンコです。皆さん水族館にいたらね、サメのね、ここをね、よく観察してみてください。こちらのオーセっていう魚はですね、こんなちょっとヘンテコな見た目、ヘンテコっていうかちょっと可愛らしい見た目してるんですけども、サメの中ではですね、トップクラスにうまいんですよ。めちゃめちゃ上品な白身魚みたいな密質してるんですね。ただね、決まった数が取れないんで、競りとか出しても、さばき方だったりとか食べ方知らない人が多いんで、あんまり買われることはないし、市場に流通することもあんまりないです。この魚本州にもいますんでね、市場とかで見かけたら安く売られてると思うから狙い目やね。というわけで早速さばいていきましょう。一旦やっぱ重さ気になるから重さ測っていこう。ちょっとこのついたところ、ついた後にでもぶっ刺していきましょうか。何キロですか？ 8.8。8.8 か。だいぶ持ってる男になるじゃん。15キロとか言ってたのに。じゃあ40キロってもう化け物じゃん。これもなんか、海の中で頑張って締めようとしてたんだけど、もうサメってさ、脳みそが多分ちっちゃいんだよね。本当にめっちゃいいとこ当たってるのに、こんなんこっからさ、ここら辺に脳みそあると思うじゃん。どこ刺しても締まらないんだよね。マジで。今までサメとかエイとか10発ぐらい撃ってきたけど、1発も閉まったことがなくて、本当にどこに脳があるのかちょっとみんな教えて、オーセの脳。はい、それでは、まずはお腹の中見ていきましょうか。よいしょ！サメは鱗がないからさばきやすいんですよ。結構お腹の中に血が回ってるんで、一旦血を洗い流します。多分、広告がつかなくなると思う。血を洗い流さないと。はい、中身はこんな感じですね。これがサメの肝臓ですね。肝臓が結構膜で繋がってますね。珍しい。あんまり内臓を傷つけないようにいきましょう。はい、こんな感じでサメの肝臓はですね、だいたい2つありますね。これがですね、すごい脂っこいんですよ。ちょっと後でね、焼いて食べてみましょう。そして、ちょっと待て。おい！サメの睾丸じゃないか。チンコは2つあるのに、お玉は1つしかないんですね。これ、でも結構でかいですね、お玉。で、あとはね、胃袋とかなんですよね。あとは胃袋があるんで、胃袋を切っていきましょう。胃袋とかもね、多分食べれるんでしょうけども、今日はね、いいでしょう。チャンジャとかしたら美味しそうじゃないですか、これ。こっちが玉なんじゃないか？玉っぽい部位、二つ目発見。何なんだろう？これ肝臓じゃない何かです。
うわー、ごめん、みんなわからない。これ、コメント欄で答えを見つけてくれ。で、心臓がここにありますね。心臓です。俺今日何も食っとらんのじゃ腹が減って仕方がねえ。とりあえず心臓食います。ああ、外れのレバ刺し食ってるみたい。美味しくはないね。ああ、でも染み渡るわ。今日ステーキを作るんですけども、せっかく珍味があるんで、お玉とチンコ焼き、これも追加しましょう。はい。では、サメのチンコを切ります。ほら、こんな感じで骨が入ってるんですよ。で、反対側も切ります。魚の中でも、硬骨魚類と軟骨魚類に分かれてまして、普通硬骨魚類は、どっかに卵を見つけて、それにオスが遺伝子をかけて受精するっていう方法を取るんですけども、サメとエイはですね、こういう生殖器を持ってまして、それでしっかりと体内で受精して、そしてサメもエイもね、卵体性っていう特性で、卵で生まれるんじゃなくって、卵で生まれる個体もいるんですけども、多くがですね、もうサメの状態で生まれてきたりするんですね。これがサメチンですね。多分、チンを動かす筋肉なんで、ここ、非常に濃い密度で側筋が使われてるんだと思われます。サメって水中で浮力調整をするために肝臓に大量の油を溜め込んでるんですけども、王政がどんぐらい溜め込んでるかわかんないんですけど、基本的にね、こういうのをこうやって切っていって、火を入れて温めるとですね、めちゃくちゃ油が出てくるんですよ。じゃあその油食べれるのみたいな話になってくるんですけど、少量だったら多分食べても問題ないんですけども、油っていうかね、ワックスみたいな感じなんですよね。火の船の防腐剤として使用されたりとかもするみたいです。さあ、ちょっとどんぐらい油になるのか。これ実験ですね。しょっこ。5分ほど火を入れてね、様子を見てみましょう。だいぶいい香りですよ。これが、いわゆるアンモニア臭ですね。いや、アンモニア臭っていうか、これサメの肉の匂いだな。アンモニアはもっと揮発性で、ぐっとね、強い香りがありますからね。もう、完成ですかね。いいんじゃないかな。はい、というわけで、肝油がですね、完成しました。肝臓はこんな感じで、一応タンパク質とか含まれてるでしょうから、多分油は全部抜けきってはいないんですけども、こんな感じでね、油を取ると、こうやってちっちゃくなります。そして、この残ったものがですね、肝油って言われるものですよ。こんな色合いをしておりますね。なんか匂いとしては、めっちゃくちゃ酸化した油みたいな匂いがしますね。時々飲食店です。1ヶ月とかさ、油買えないとことかあるっていう噂を聞いたりするんだけど、なんかその匂いに近い。で、一応この油をね、取ったこの肝臓をね、ちょっといいですか？匂ってもらって。別にこの絞りかすね、普通は食わないものなんですけども、みんなさ、食べ物残すの良くないよねとかめちゃくちゃいろんな人に批判してるやつめっちゃいるじゃん。みんな食える。ってことは、お前ら、一回でもそういう批判をしたことあるやつら、お前らも絶対これ食えよな。俺は今から食うぞ。俺は食料廃棄量を減らしたいから食べるわけじゃない。ただ味が気になるから食べる。ちょっとどんな味なんやろな。想像つかんな。匂いは絶対臭いはず。うまい。うまいですよ、福井さん。いや、絶対嫌。絶対に嫌。いや、味で言うと、腐った油で揚げたフォアグラみたい。これちょっと福井さんも行きましょう。絶対にいける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 。そんな無理っすか？はい。じゃあこれ油飲むのと、じゃあ、これどっちかで。で、この取り出したものが肝油でございます。融点が低いはずなんで、常温でギリ固まるか固まらないかぐらいだと思うんですけども、多分固まらないとは思うんですけどもね。すごい非常にね、体にいい作用があるっていう風にね、いろいろ言われてるんですけども、それで肝油ドロップっていう商品があるんですけど、肝油自体は、これ、どうえらいもんですよね。なんか、家の中でドリアン開けられるよりちょっと嫌じゃないですか。非常にね、不愉快な匂いがするんですよ。この油ですね、木とかにね、すごい染み込んで、一回ついたらもう取れないんですよね。なんで、取り扱いもすごい難しいんですよ。で、飲みすぎたりとかすると、ビタミン A の過剰摂取とかで、逆に体調崩したりするんでね、食べ過ぎには気をつけましょう。肝臓切った瞬間にさ、俺がほとんどが油でできてるんだよって言われても、いやいや、そんなことないでしょって多分皆さん思ってたと思うんですよ。でもやっぱり、ああやって熱してみると、バッて、多分全部の油はできてないんですよ。油を出し切るためには、さらにあれを脱脂綿とかで絞って出し切ったりとかすると、全部油も出し切れるんで、本当に油ばっかりなんですね。すごくないですか？ちょっと面白い映像になったんじゃないでしょうか。ということで、捌くのを続けていくんですけども、ここのね、この胸びれ2つがね、ちょっと邪魔なんで、この胸びれを外していきます。ここにね、フカヒレがありますけども、一応サメなんでこういうとこからね、フカヒレ取れたりするんでしょうけども、フカヒレは2週間作るのに時間かかりますから、今回はなしにしましょう。
どこまで身入ってるんやろうな。一応ですね、サメなんで、ここにですね、エラ穴があるんですよ。なんで、ここら辺からエラ穴はね、6個ぐらいあると思うんですけど、ここら辺にエラが入ってまして、これは何なんだろうな。これ身だな。筋肉あんな。これカワハギみたいに皮剥げんじゃね？無理かな。こう頑丈だな。無理だね。OK。そしたら、よいしょ。ここまで肉がありそうなんで、せっかくなんで、ぶどまりよく切っていきましょう。よいしょ。よいしょ。OK。あとは、ちょっと骨が。やっぱりここ頭肉入ってますね。予想通り。結構やっぱり身が綺麗ですね。でもやり出したんなら最後までやるべきだよな。これまだ3日後ぐらいにさばいてもよかったかもな。身がね、非常に硬いです。よし。取れた。ここは脳じゃなかったんだね。ここら辺に打ち込んでたけど。頭肉が入ってる部分だわ。多分脳、このど真ん中なんじゃないかな。ここが目なんですけど。ここなのかな脳。ここ頬肉あるんで、頬肉も取りましょうよ、ちゃんと。ここね、やっぱりサメなんでね。取れた獲物を噛みちぎるね、筋肉がついておりますゆえ、ここにも身があると思いました。頬肉かわいいな。どうなってる？なるほど。これ海外のなんかよう曲がるペティとかじゃないと取り切れそうにないな。今日はいろんなステーキが食べれそうですね。ちょっとここ身残っちゃいましたけど、日本の包丁だとちょっと難しそうですね。包丁がね、これ硬いんですけど、これがね、ふにゃふにゃ曲がる包丁だとさばけてましたね。はい、そしたら、ここで切りますか。なんかおしっこみたいにされたんだけど。ぬるぬるする。ちょっとさばきづらいんで、体構造的に、ここまでが腹があって、こっから上とこっから下でね、体構造変わってますんで、これ切ります。サメの骨はね、柔らかいんで関節に入れなくても簡単に切れる場合が多いです。ここに、チンコがついてたところに、チンコを固定する骨がついてるんで、チン固定骨を外していきます。よいしょ。外して、こっからがね、エラがある部分なんで、ここもね、ちょっとね、外していきましょうか。ちょっと。体構造が違うと、ブロックにしてからやった方がやりやすいんですよね。OK。3ブロックに分かれました。そしたらこれが一番楽なんじゃないでしょうか。まずは、この血合いがここに入ってるんですけども、血合いに切り込みを入れまして、はい。これで外し終わりました。で、一応血を洗い流して、若干ね、こういうところ、今、外しきれなかったところが残ってるんで、こういうところをですね、丁寧にこうやって取ってあげて、で、そこから下ろしていきます。これなんでここまで綺麗に血合いを取るかというと、血合いってすごい味が悪くて臭いんで、身に触れるとね、もう本当に刺身とかだと食べれたもんじゃなくなるんで、絶対にこの血合いの処理だったりとか、内臓が身につかないようにマジで気をつけた方がいい。勧誘の絞りかす食ってたやつが何を言うとんねんっていう話ではあるんですけども、別に俺、まずいものを食いたいわけじゃないから、食べたことないものを食べたいだけだからさ。ここにですね、背骨が入ってます。で、普通の魚はですね、背骨があると腹骨をすいていかなきゃいけないんですけど、サメはね、腹骨がないんで、こうやって下ろしていくことができます。で、逆もしかりですね。サメってね、ほんと鱗もないし、腹骨もないんで、すごくさばきやすいし、さばくね、時間がね、すごい短くて済むんで、だからね、結構ね、この大瀬とか、普通に美味しいサメもいるから、なんか、普通に商用利用されるようになってほしいなーって思いながら、今さばいております。皆さんね、大瀬いつも捨ててると思いますけども、ぜひね、ちょっと商品化とかしてくれたりすると、僕は嬉しいですね。で、骨の形がちょっとこの T ボーンな感じで、包丁を入れるのがね、ちょっと難しくはあるんですけども、こんな感じで取れます。そうしましたらこれね、背中の部分なんですけども、真ん中に包丁を入れてあげることで、これでブロックになりました。よいしょ。では、ここですね、エラの部分。エラの部分どうやって使おうかな。鎌みたいな感じで骨が入ってるんですね。理解しました。今触った感じ。ここにね、ロースみたいな感じで肉が入ってるんで、このロースを取りましょう。
で、その前にここに釜肉がね、釜肉があるんで、釜肉をまず取る。反対も同様。釜肉がありますんで、はい、取れました。で、ここの肉を取りたいので、あとは、もう多分ね、何やってるか皆さんわかんないと思いますけど、ここら辺のエラとかを、こっちからいっか。これはオーセンマスターでしょ。はい、これが、本来ここでね、切るところなんですけども、釜を取ったことで、ここのオーセのね、結構でっかいね、この頭の肉を取ることができました。これね、骨が入ってますんで、また背骨が。全く切れんな、この包丁。手切らないように気をつけんと。よいしょ。で、こっちも同じですね。反対側から、よいしょ。はぁ、取れた。いやー、結構な量の身が取れましたよ。はい。では、尻尾の先の方はですね、あんまり身がないんで、ここら辺で切りましょう。硬いな、意外と。OK。皮の裏側から包丁を入れたいところだが、だいぶ包丁が切れ味が悪くなってきてます。もうこれ仕方ないですけどもね。よいしょ。反対側も入れます。はい、そうしましたら、尻尾の部分、包丁入れていきます。さて、ここから2パターン方法があります。まずは、このヒレを外すと。そしたら、背骨残ってるんで、背骨に沿って、スーッと包丁を入れていきます。背骨の形さえ分かってれば、結構サメをさばくのは簡単なんですが、背骨の形が分かってないと、かなり難易度高めですね。はい、取れました。こちらが背骨ですね。はい、というわけでようやくさばき終わりましたね。で、これ見てください、こちら。今回使用していく部位がこちらとなります。これが頬肉で、ここの部分が頭肉になっております。で、これがお玉で、これが、チンコですね。はい。結構骨があるんで、みんな、いわゆるチンコをイメージしてるかもしれないですけど、これ骨付き肉なんで、福井さんも一緒に食べましょうよ。いや、チンコでしょ。ストレートやな。確かにチンコではあるんですけども。何回チンコ言うねん。サメの玉玉って1個しかないのかどうかちょっとみんな調べといてほしい。玉、普通2個あると思ってたんですけど、これ1個しかないんですよね。てかこれ玉なのかちょっと一旦切ってみよう。玉じゃない可能性がある。一応切っとくわ。これは超、危ねえ。これ消化値の一部だわ。危ねえ。うんこ食べるとこだった。たまちゃんじゃねえし。これ、ワンチャン玉みないちょっと玉みありますよね。これ、しかも一対で、これ玉なんちゃうん。しかも、ほら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 、さっきの精液みたいなの出してたところが繋がってますよ。これ玉金なんちゃうんか。玉金はダメです。これ、お玉玉なんじゃないの。清掃です、清掃。サメの清掃じゃ。焦げそうだなこれで料理すると。生でいってもいいんだけどな別に。真似する人がどうせいないですけど。じゃあまず、ちょっとサイズ差がありすぎるんで、これ、まずこっちに火を通して、こっちに火が通ったら、こっち、玉らしきものを焼いていきます。はい、それでは皮を引いていきましょう。皮引きむずそうだな。むずっ。めっちゃ美味しそうですね。こっち側も皮引いときましょうか。なんかね、ここにね、軟骨が入ってるんだよね。皮引き、ここ引っかかるかも。とりあえずやってみましょう。よいしょ。オッケー。ステーキなんで半分ぐらいにしていきましょうか。めちゃくちゃ綺麗ですよ。ちょっと食ってみようかな。
これね、福井さんが嫌いな食感だと思う。食べてみます？いや、大丈夫です。で、これと、ほほ肉もステーキにしていきます。で、ほほ肉ね、結構なんか硬いんで、飾り包丁を入れておきましょう。この飾り包丁を入れると、筋が切れまして、食べやすくなります。OK。頭肉はですね、非常に柔らかいんで、このまま使えそうですね。めっちゃチンコええ匂いしません？ちょっと匂ってくださいよ。うん。めっちゃええ匂いしますよ。おー、うまそう！これはもう成功じゃない？うわ、うまそうですね。はい、それではステーキを作っていくんですけども、まず最初の工程はですね、塩をこうやってかけていきまして、で、この状態で5分ほど置いていきます。そうすると水分が出てきますので、その水分を拭き取って次の工程に移ります。では5分待ってる間にね、ソースを作っていきましょう。で、玉ねぎを、このサイズだったら半分ぐらいですかね、カットしていきます。で、ちょっと粗めになってしまったんで、若干、もうちょっと細かく刻んでいきましょう。なんといってもソースですからね。OK です。こんぐらいで OK です。そしたら、こっち入れていきましょう。包丁が切れるから目が染みなくていいですね。はい、そうしましたら5分経ちましたので、水分をね、拭き取っていきます。やっぱ水分かなり出てますね。やっぱサメなんでね、水分量は結構多めですね。赤くくりとは大違いですね。そう、もう赤くくりも、なんかあれ、史上稀に見るやばい魚だったから、マジでみんな赤くくりの回、ぜひ見てほしい。マジで。の連続でしたもんね。かなり水分が出てますね。で、ここで、オリーブオイルと塩コショウを準備します。で、オリーブオイルは、20cc ぐらいですね。はい、2杯目。で、次、一旦下味用の塩コショウをかけていきます。オラ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 。じゃあ、これで一旦味付けをしまして、で、オリーブオイルくぐらせて、うわ足りんかったかもな。もうマジで普通にお腹空いてるから早く食いたい。で、これで味を染み込ますために10分ほどね、寝かしていきます。はい。では味が入るのを待ってる間にですね、ステーキのマスタードソースを作っていきましょう。バターを、切れてるバターを4切れ。切れてないんだよなあるある。はい。では玉ねぎを入れていきます。わー、美味しそう。で、しんなりするまでね、炒めていきます。飴色まではいかない程度にしんなりとさせていきます。火を通すだけって感じですかね。はい、そしたらしんなりしてきましたんで、粒マスタードを入れていきます。これぐるっとね、入れていきます。で、追加で生クリームを一回し。ない人は牛乳とかでも代用できます。ちょっと最近ね、料理をね、少し勉強してるんで、皆さんにも実用的な料理を提案できたらなと思っております。ちょっとこれ美味しそうですね、本当に。いい匂いがします。ベースはこの味なんですけども、このままだと若干酸味がね、きつめの味付けになってますんで、一旦味見して、ちょっと酸味きついなって時は蜂蜜とか砂糖とか足すと、ちょうどいい具合に味を整えられます。はい、そしたら10分ね、経ちましたんで、魚を焼いていきます。オリーブオイルを少量入れていきます。ちょこで、これでフライパン温めて少し煙が出る程度になりましたら、魚たちを入れていきます。あ、煙が出てきました。急げ急げ。跳ねるんだろうな。よいしょーよいしょーよいしょーどりゃーうわこらうまそうやなお、いい感じに焼けましたね。では、はい、はい。はい。で、この上にマスタードソースね。では、これ、絶対うまいわ。今、福井さん減量中なんでしょ？はい。俺も減量中なんですよ。これ、久しぶりに、俺今、目の前に油があって、うわーこれはダメだうわーだって俺、これさばき始めでさ、お腹空きすぎて心臓食ってるんだよ、サメの心臓。もう今めっちゃお腹空いてるもん。やばいうまそうじゃあちょっと色味でね、バジル。これ、ちなみに2023年で賞味期限が切れております。緑が全然映えない。はい、それでは完成しました。いただきます。めっちゃ腹減ってる。これ、どっちからいこうかな。でもこれ、こっちを味わってしまうと、多分、チンコに行く気がなくなってしまいそうなんで、チンコからいきます。これ見て。これ皮剥がしてるんだけど、サメの皮。サメのチンコ、プリップリやん。うわー、チンキンすごいね。いただきます。
なんか、ようわけわからんのですけど、すっごいゼラチン質。筋繊維もなんかゼラチン質に囲まれてて、なんかグミみたいな、食感ですね。で、これが、まあ人間が想像する、いわゆるチンコの部分なんですけど、見てください。これ。骨です。食べる部分はありませんと、普通の人なら判断するでしょう。骨って髄があるんですよね。骨髄が。ほら、髄がある。グーさん食べてみます？大丈夫ですよ。なんか、魚風味のする水豚みたいな感じですね。食感は水豚みたいでした。そうか、オーセのチンコの骨の中の髄は水豚みたいな味がするのか。これ図鑑に載せといてくださいね。チンコ可食物少ねえな。もう食い切るじゃん。2本とも焼けばよかった。いや、ちょっと、ほんまに意味わからんぐらいお腹空いてたから、一瞬でチンコを食べ尽くしてしまったんですけど、別に言っときます。特に美味しくはないです。はい。多分普通の人が食べたらなんやこれって吐き出すレベルの味ですね。なんか、ちょっと温まったグミがコーティングされてるみたいな感じ。歯にネチャネチャくっついてくるんですよ。その中にサメの白身があって、サメの風味のするぐちゃぐちゃのグミみたいな味でしたね。あ、これ、ほほ肉や。これの一番大変やったよ。いいですか？いただいちゃって。パーフェクト！うまっ！なんやこれ！福井さんこれやばいぞ！マスタードソースプラスサメ。やばいうまい！なんやこれ！ちょっと福井さん食べてみて。これはいただきます。これやばい！やばすぎる！ちょっとこれ、こんぐらいで、でっかがっつりいっちゃってください。でっか！これですか？いただきます。もううますぎますね。これなんかちょっと量が多いからあれですけど、フレンチでこれ4000円で出されても、なんか別に4000円以上の味全然するなってレベルぐらいうまいわ。うわ、これはやばいわ。最近の中で一番うまいわ。ちくそうめえな。これ後で持って帰って母親に食べさせてあげよう。うま。うま。マサルさん、お口直しの金玉忘れてますよ。うわぁ、もうええて。口の中今幸せなのに。これ食べる前に教えてくれればええのに。焼くのめんどいから生でいこうかな。いやでも受精する可能性があるからやめよう。この金玉らしき物体、果たして何なのでしょうか？金玉なのか、金玉ではないのか、それすらもまだ分かっておりません。口の中何もない状態で、お玉の味をしっかりと、俺はレポートしようと思うよ。100% の力でね。やっぱりワインとかも飲み比べするときこうやって口すすぐんですよ。前回のワインの味が口の中残ったら、やっぱりワインの味って若干変わってくるんで、口の中何もない状態。この状態で金玉味わうもん。まあそれが生き物に対しての礼儀だと俺は思ってる。お玉にしては小さいんだよな。構成後なのかな？焼けてしまいました。これ食べれん部位だったらどうするんって話なんですけどね。これコメント欄でどこの部位なのか教えてください、皆さん。まあ俺の中で一つ信じてることがあって、まあ世の中、本能を理性で抑えつけることができれば、大概のことができるんですよ。俺の本能はこのタマちゃんを食べることを拒絶している。ただ、俺には理性がある。理性が本能を押し殺そうとしています。非常にクリーミーで、まあ、特に臭みもなく、魚の旨味もあり、痩せたサーモンの白子のような味わいでしたね。はい。普通に食えるわ。なんか全然、なんかちょっと、見た目がちょっと怖かったからビビってたけど、全然普通に食えるわ。はい、というわけで、ごちそうさまでした。いやー、今回はですね、ほんまに大成功。なんか今までうまいって言ってたのが、まあ自分の家で作るさ、自分の料理の中のうまいやったけど、高級フレンチに行って出されても全然おかしくない。っていうか高級フレンチになんならうまいんじゃねぐらいのうまさに至ってしまったんで、正直我々びっくりしてます。でですね、まあさっき話した本能、いかに理性が本能に勝つかっていう話なんですけども、まあダイエットもね、同じこと言えると思ってて、やっぱ食べたいっていうね、本能がある。お腹空いたら何か食べたいっていう本能を理性でどう抑えつけるかっていうね、勝負が、これがダイエットだと思ってるんですけども、今なんとか3週間勝ち続けて5キロ痩せたんですけども、皆さんちょっとだいぶ痩せたくないですか？褒めてほしいです。目標は65キロぐらいにね、今74キロぐらいなんですけども、目標は64キロぐらいまで落としたいですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではと、ここでサメを発見しました。選ぶの中で一番うまいサメです。人を殺すほどの危険度はないサメではありますが、噛まれたらただでは済みません。そして若
干深いですね。海底は15メーターほどでしょうか。海底でサメを見失ってしまってますね。ここで見つけた模様です。狙いを定めて、さて、キルショットできてたらいいのですが、どうだ？今のところ動きはないが、うわ、めちゃめちゃ動き出した。これは締めるのが大変だ。浮上して一旦息を整え回収することにしました。いや、にしてもめちゃめちゃ元気です。水面まで来たら銃でもう一発撃ち込みます。これで脳天に当たれば、閉まる。当たれ。外れましたね。サメの脳ってどこにあるの？一回も閉まったことない。さて、もうなすすべがないので、エラに手を突っ込み、エラを引きちぎり、動脈を切ることにしました。噛まれたらこれ結構やばいんで、皆さん絶対に真似しないでくださいね。いや、にしてもこいつ、エラが硬いですね。普通の魚だったら簡単に引きちぎれるんですけど、これちぎるのにね、15分くらいかかりました。なんとか閉まりました。よかったです。こいつめちゃめちゃうまいんで食べるのが楽しみですね。腹減ったなぁ。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかなぁ。なんだこの噛み応えは、硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。